け汁とかなんかは2番だしね、澄んでくるでしょ。おあとランチ一つずつと大冷やしたぬきそば。違うねって言われた。セロは2本揚げで食べやすいよ。いいですか、いきます。こちらさん、まずは竹天ぷらそば、熱い方はこちらさん。そこで総括してメンテナンスとかしてくれる。濃いつゆ作るのに1番だし使うんだけど、あとかけ汁とかなんかは2番だし、少し薄くなる。別に朝今日も足りないと足してるだけ。やっぱり同じ鈴木屋ののれん会で閉めちゃったお店があって、そこから譲り受けて、うちも昔そば屋ってそういうのがねあったみたいで、今はだんだんなくなっちゃったけど、家紋があって、うち鈴木なんですけど。かき混ぜたら朝青龍です。あ、そうですね。高さんの家、アンケアがすぐ近くだったので、やっぱり講演会とかその当時は。和食屋さんだとね、沸騰させないとね、澄んでくるでしょ。継ぎ足しの亀ですね。これ全部出前用ですか？出前用の。バっていうか50年ぐらい経ったんじゃない？ 50年もんですね。ちゃんと鈴木やって入れてね。昔のやつの方が作りがいい。ちょっと薄いな。
お邪魔します。はい、どうぞ。40。はい。はい、お願いします。出ますね。失礼いたします。こちらつまみ揚げ竹せいろですね。エビ6本と手前お野菜添えてますね。ごゆっくりどうぞ。今日ね、いつもの野菜とここでブロッコリー添えてる。はい。おあとランチ一つずつと大冷やしたぬきそば。大冷やした。はい、書きます。ランチご飯軽くいく。はい。はい、ほら。はい。
あったかいそばごめん。ああ、はいはい。ごめん。じゃあ第2冷やした抜きいきますね。これカツお二人？ネギランチとカツカレー冷やがけセット。ああ、ネギランチね。違う上って言われた。つまみ揚げっていうのはまあ食べやすくするための食べやすくじゃなくて1本あたりがちっちゃいからそうやってボリューム出すのにやってたんだと思うよ、戦前は。つなげることによって、それか尻尾がついてないのはかき揚げにしてたし、だから冷凍で大きなのが外国から入ってくる前まではさあ飛ばしたくない。おあとネギランチと卵丼かけそばセット200の何セット？卵丼かけそばセット。まずはネギとね。まずははい、お願いします。45。かけ点と点数。
3本揚げね。あれ天ぷらそばだから。セロは2本揚げで食べやすいよ。おちょこに3本だと入りにくいです。ゴッといけるのは50分にあげる。5に入った。あ、5に入った。5が入ったから、あとそれから離れる時間を見て。あ、今1分で。だから5になったらもうなんか。じゃあ上がります。じゃあ先天ぷら出しやから、野菜は同じだから、舞茸とね、かぼちゃが余計に入ってる。あとそっち2本にしてね。2本にして3本で持っていかないで3本。2本だ。はい、少々お待ちください。わからん。残ったらまたください。あ、かぼちゃが忘れてる。これだけで十分だな。はい。いいですか、いきます。こちらさん、まずは天ぷらそば、次のはこちらさん。はい。そば湯。ゼロ。ありがとうございます。失礼しました。はい。はい。15。
豚肉ないし。もしかしたらお後鶏のそばもう一個追加になるかもしれない。いえいえ。あとざる1枚はーい。それ一緒？です。はーい。35。今日普通に良かったっけおそば。ごめんなさい、失礼しました。こんなところで。じゃあざるもいっちゃうからね。はい、ざる。はい、ランチ1個うどんで入ってる。16。長ネギがもうクズだよね、これ。はい、鶏。鶏さん、そばいきます。ちょっとプラスできる。でも大肉付けでしょこれ。そうですね。はい一応一応ね。干して乾燥させて、使った鰹節を使ったら乾燥させて、それで袋に入れとくと、千葉の農家の人たちが取りに来てくれる。それでだからただじゃないからさ、それではい有機肥料になるでしょ。肥料として取りに来るんですね。それでね、だから1年間ぐらいこのお金貯めとくと、デッチに来てる若い子たちとかなんかのお布団をみんなに変えてあげられるぐらいのお金になったとおふくろは言ってたけど、昭和の時代ですね。昭和、いや70年代初期ぐらいまであったよ。そうなんですね。その後結局円が360円じゃない時代になってきて、
安く有機肥料が日本にも入るようになったんで、それでだからそういうことがしたりされて、だからね70年代まではねいろんなねこういう町の商売なんていうのはね SDGs だったの。千葉とかなんかでねそういう、それであとねやっぱり70年代ちょっとぐらいまでは残飯も取りに来てたんだけど、そうなんですね。残飯は豚の餌で、だけどまだあの頃はみんなタバコ吸ってたでしょ。はいはいはい。タバコを残飯に入れちゃうお店もあったりして豚が頓死しちゃうのね。何し？頓死頓死しちゃうの。だからねそれはなくなった。今になってあれでしょ、そういう残飯集めて有機肥料化するとかなんとかって言ってるでしょ。その頃はだから今なんかまたやったらいいんじゃないかと思うね。だってみんなタバコ吸わなくなってるでしょ。だけど今もう豚の飼育だって千葉とかなんかみんなアメリカから来る飼料でコーンとか大豆とかああいうやつ食わせてるでしょ。全部輸入のやつでね。だから70年代初期ぐらいまではそうやって豚も飼ってたんでね、残飯食べさせたり人間があれだと SDGs だったの。 SDGs 前まではねコークスだったの。こんだけ大きい火力やるのにお金かかっちゃうってわけじゃないんだろうけど、コークスよ。だからコークスって分かる石炭の固めたやつ、石炭の粉、それで火を起こしたりしたんで割り箸も一緒に燃やしてたのよ。なるほどですね。だから出るのはエビの殻とかそういうものぐらいしかない。あとだから残飯はそういう形で、だから蕎麦屋ってほとんどゴミの出ない職業だったんだよ。ないよ。全て再利用というか。そう蕎麦屋ってそういうケチっていうかさ、やっぱりそういうなんていうかね、ケチって言ったら怒られちゃう。そういうあれだったのよ。でもそれ全部70年代中頃から以降になってくるとどんどん崩れてってダメになって、ゴミはこういっぱいいっぱい出すようになって、そんなにゴミ出しちゃいけないから産廃業者の方にお金払ってやりなさいとかいろんなこと言われて、教育行政で出す時にはシール貼りなさいとか言われて、もっとだから今頃になってそれで環境に優しい企業だったなとか言ってたけど、悪いけど嘘800なんか多いよ。だけどこうやってちっちゃな蕎麦屋とかなんかの方がそうやって先人の知恵じゃないけど、蕎麦屋って江戸時代からあるからやっぱりそれで薪からコークスに変わってもその基本的なところを踏襲しててね、江戸時代ってすごいエコな社会だったでしょ。それの続きとして蕎麦屋があるんだよね。エコな時代でしたね。だからそれの続きとしてずっとやってきたけど、もう70年代以降崩れてるんだ全部。かつぶしだって取りに来なくなるし、ね、だから安い外国産があるからそれを買えちゃえたら楽だ。農家の人もとのつながりもなくなっちゃう。それでだから近郊でのそれで僕も地元の高校とか行ってたけど、両国駅とか行くと千葉からのねこうやっていっぱい荷物でたおばさんたちがさ、お母さんたちおばさんたちカゴじゃない、いろんな自分のところで採れた野菜とかなんか一緒だね、お母さんたち両国駅いっぱいいたんだもん。そうなんですね。それで売りに行く。そう売りに行く。それでこうやってここら辺とかなんかにみんないろんな駅でね千葉からずっと来てるんだろうけど、それで両国駅に割ともうなんかだからね、土曜日とか半ドン、僕たちの時はねお昼までしか授業がなかったとか、あれはね今は土曜日ないけど、そうするとね
両国駅行って遊びに行くわけよ、そのまま学生服着たままお茶の水行ったりなんだなんだって、だけどそうするとね、そこにねそのおばさんたちがいて、うちなんかもよく来てたよ。その野菜とかな、行商ですか？行商農家のおばさんたち、お母さんたち、おばさんじゃない、お母さんたちの自分たちが直接売った方がね、それだけじゃなくてね、おまんじゅうとかね、お団子とかね、そんなのも作ってね持ってくる。このでっかいねご立派食べないとか言ってね、いくらとか言って100円とか言ってね、そのくらいそんなもんだからさ、そうやって言うとそうやってだからSDGs と一緒に地産地消だったんだよね。東京でまあできるっていうと江戸川でね、小松菜とかなんかぐらいしかなかったけど、中心部にはもう畑とかなんかないけど、まあ千葉とか埼玉とか神奈川も一緒だと思えば、っていうか地産地消の一大県内でしょ。そうですね。だからここだと両国とか錦糸町近いから千葉からのそういう業商の人たち来るし、またあとうちだとかなんかで出たかつ節とかなんかもらいに千葉の農家の人が来るっていうか、うちらのだから小学生ぐらいの時こうやってお店の横とかにかつ節干してると、お前んとこはかつ節を干してまた何回も同じの使ってんだろうとか言ってバカなこと言ういっぱいいてね、嫌だったんだけどちょっとなんかいじめじゃないけどからかわれたってことは、そんなことないわいって言うんだけど、だから今から考えると、だからそうやってねそういう出た有機剤っていうかね、かつ節なんていいタンパク源っていうかなんかでしょ。それがだから千葉に行って肥料有機肥料に混ぜあれで、今だってなんだっけ魚の粉とかなんかに入れて有機肥料作ったりしてるでしょ。同じですよね。20点あった。20点以上あったんじゃないですか。鈴木屋さんですか？鈴木屋って残ってるのもあるけど、だからもうみんな親父のお弟子さんだから、みんなだから大体60年代がピークかな、分家っていうか、70年代ではもうあと何軒かで鈴木屋で鈴木同じ名前でね、で20店舗ほどのれん分けみたいな。のれん分けでね、3、4年前にのれん会があったんだけど、一応もう解散しましょうかってことで、今解散してますけど、ただそのままのれん上げてらっしゃるお店もいっぱいあるんで、こっち側だとあれですよ、やっぱり親戚になっちゃうのに、やっぱりね血縁関係が多いんだけど、だけど新小岩のあそこの横の通りなんて言いました、部屋橋通りか、あそこにありますよ、鈴木屋。新小岩からこう向こうの葛飾に向かって途中に、そうなんですね。20点ぐらい。ただだからうちもだから親父は3軒体制だったんですよ。本庄が本庄にあった。そこ自宅にしちゃって、それであと上野のお店とここと3軒親父が回ってた。なかなかそば屋全盛期の頃ですね。なんか全然もうピーク過ぎちゃってたらね。そば屋なんか出前とかもめちゃくちゃ流行ってた時代というか、昭和の頃。いやっていうか、ここのお店も60年代はもう周りがメリヤス屋さんだらけで。何屋さん？メリヤス屋、あなたが今来てるそういうこうやって伸びるこういう浅草橋って洋服とかなんか服関係の問屋なんでしょ。それで橋渡ったこっちはそれを作る町工場が山のようにあった。でそこでだから残業になったりすると
たぬきそば50杯持ってこいとか、そういう状態だった。50杯持ってこい。持ってこい、だから夜12時、僕はその頃寝てるか分かんないけどぐらいになっても女工さんたちがこうねやってて、うちの隣は今隣も閉まってるでしょ、隣は団子屋さんだった、隣は薬屋さんで、その先の今マンションになってるところはあんみつ屋さん。みんなここに集まるわけですね。そういう形で、それでそういう需要を賄う形で、そっちの反対側も中華屋さんが1軒ぐらいしか残ってないけど3軒ぐらいあったよ、この反対側だけでね。ちょっと向こう側の3丁目に行くとちょっとまたあれだけど残ってらっしゃる方ある。この石原のここはそういう町工場めちゃくちゃそうですね。あったんですよ。それで、ね、そういう女工さんたち縫って、ね、やりする。だからそういうところがもう海外に工場を移したりとか、そういう形とか中国にあれだとか東南アジアとかいう形になって残った土地はうちみたいなこの35、6坪のようじゃなくてやっぱり50坪以上だったり、中小企業とか零細とか言っても50坪とか 100坪あったわけでしょ、そういうところが、マンションに建て替えて、この裏とかなんかマンション割と多いでしょ。そうですね。あれもっとそういうメディアス屋さんそういう工場があったようなところがそういう形にチェンジしてる。マンションぐらいの大きさは大体工場の跡地みたいな。そうですよね。それかだからここは墨田区も軽機械工業が割とあれだから、三つ目通りとかは機械の製造する機械の中古屋さんとかなんかいっぱい旋盤だけじゃなくていろいろあったんだけど、それに関係したその材料屋さんの大きいのがあったりしたんで、そういうとこはだから今あるけどサミットとかそういうスーパーがでっかい、あれはだから200、300坪あるんじゃない。材料銅とか鉛とかそういうのの材料屋さんって場所を取ったりするでしょ。あと鉄骨屋さんとかなんか3丁目の向こう側の裏とかね、蔵前橋の向こう側まだ少し残ってるけど、気が付くとね更地になってるけどマンション建て始めてたりする、マンションだらけですもんね。両国育ち。両国っていうか、どこなんていう石原。石原じゃなくてうちは本所だけどね、もともと。浅草っていうのかな。浅草でもない。だけどね、江戸っ子じゃない。だって2代続いて3代続いてない。2代目だ。3代が江戸っ子なんですか。東京っ子。東京っ子っていうか僕が小さい時の下町ってもうないけどね。東京は本当ビル&スクラッチでしょ、ずーっと。下町っていう下町はもう残ってない。っていうか僕の知ってる下町はもう全部なくなってるから、全部じゃないだろうけど、あと人の関係とかなんかもあったりとかいろいろあるし、建て替えたりして、うちだって建て替えてるわけだし、いろいろあるけども、なんかただ浅草行くと昔の匂いがするじゃない。そうですね。というか昔の僕知ってる匂いがするけど、だけど完全にほとんどなんだろう敵屋さんたちはね駆逐されちゃったでしょ。でもうちだってここの小学校の通りを向こうに行ったところだと4、14、24月3回、必ず縁日やってた。縁日やってたんですか。そう、通り当選簿してね。3ヶ月に1回。そう春日通りあるでしょ。それと春日通りの向こう側の通りからずーっと行って向こうに駒形県って揚げ物屋さんっていうかおかず屋さん、あそこら辺までずーっと縁日が必ず立ってる。それでうちはだから
その本庄のうちはそのすぐ近くだったから、ああ、なるほど。夜のね淡い光のなんかね怪しい雰囲気のねあれっていうのがねもうなくなっちゃってね、いつぐらいからもうそういうやってないんですか？平成もううちはね何なんだろうな、もう中学校入るぐらいにはなかったんじゃないかな。だから70年代にはなくなっちゃって70年代たかな。はなくなっちゃった。ていうかそこでね、そうやってみんなでお参りするちっちゃな祠っていうか社があって、それの縁日だったんですね、なくなっちゃった。もともと氷屋さんが昔はだから下町は氷屋さんが夏はこれから忙しくないけど、冬場のサイドビジネスでもんじゃ焼きやったり駄菓子売ったりしてたの。氷も買ってた時代ですもんね。そう、氷屋さんが。だから本庄のうちもだからうちがあって隣が清水さんっていう氷屋さんで、それでこっちが裏で亀の湯さんっていうお風呂屋さんがある。お風呂。それでもう清水さんってところのおじいちゃんはもう知ってる人いないかもしれないけど大鵬さんの神結さんだった。何の？大鵬、お相撲の大鵬。大鵬、はいの神結やってた。髪を言ってる人だったんですよ。それでそこの清水さんの子供たちと一緒に、たまに呼ばれて蔵前国技館だった時ね、まだそこに行ってさ、こうやって撮ってくれてるから。その頃お相撲ってそこじゃなくてもう蔵前だった。蔵前国技館がある。今そこ何になってるの？今水道局かな。水道局。すごい大きかったよ。ここなんですね。それで言ったけど小学生がね1時間も2時間もね末席で座ってらんないのよ。ね、だから清水さんのお母さんとか一緒についてきてくれるんだけど、だからあと僕より清水さんの子供ちっちゃかったから、もっとあれだし、そうするともうじゃあ帰ろうかって言って、それでだけどそのまま帰ると申し訳ないからっていうんで大鵬さんのところに行って「今日はありがとうございました」って言って「おい来たか」っつってね言ってくれてたんだけど、全然なんかね大鵬さんに会ったとかなんかって覚えてないので、なんか早く帰りたいなと思って。大鵬さんの凄さも分かってない。全然覚えてない。ひどいもんだよ。地元ってそんなもんだよね。そんな感じ。それでもうちょっとこっち側の隅田川の手前には隅田川温泉っていう今でいうスパがあったの。黒いお湯のね。それでだから温泉入りたいねって言うと、そこに橋渡って言うとそこにあって、その隣が蔵前国技館。真っ黒い湯にはよく入ってた。黒いお湯が出るんですか？ここら辺っていうかみんなあれ墨田区だけじゃないよ。東京は大体温泉やると黒いお湯が。黒なんですか？真っ黒い別に黒くならないよ。ちゃんとあれなんだけど本当に知らなかったです。そういう感じだったよね。